はい、皆さんこんにちは。AI 部長にあたです。本日は高精度な文字起こしができるレアゾンスピーチを紹介していこうと思います。AI で高精度な文字起こしができるモデルとしては OpenAI の Whisper が有名なんですけども、先日日本語に特化したレアゾンスピーチというものが公開されました。この動画ではレアゾンスピーチを簡単に紹介した後に実際に文字起こしをやってみたいと思います。誰でも使えるように Google コラボのリンクを貼っていますので、無料で高精度な文字起こしを試してみたい人や最新の音声認識 AI について興味がある人はぜひ見ていってもらえればと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、最初にレアゾンスピーチの紹介なんですけども、レアゾンスピーチ聞いたことある人はあまりいないんじゃないかなというふうに思います。で、レアゾンスピーチっていうのは株式会社レアゾンで開発された音声認識に関するモデルやデータのことを指しています。日本語の音声データや最新のブログなども公開されているので、興味がある人は概要欄にリンクを貼っていくので、見ていってもらえればと思います。で、今回紹介するレアゾンスピーチの音声認識モデルは、ワンセグ放送の録画データから取得した19000時間のデータを学習させているということで、日本語に特化した音声認識モデルというふうに言えるかと思います。さらに今現在も開発中で年間1万時間以上学習データが増えているということなので、今後さらに日本語に対する文字起こしの精度向上が期待できそうです。またありがたいことにモデルは商用利用可能で無償で公開されています。はい、次に精度の話になります。こちらは各データセットに対する誤判定を表す指標になっていて、小さいほど精度が高いことを意味しています。これまで世界最高精度を持っているのは Whisper のラージ V2 というモデルで、グラフの中ではこの網網の棒グラフのところですね。で、今回紹介するレアゾンスピーチの NEXT というものはこの青い棒グラフになってまして、Whisper のラージ V2 よりも精度が高いということがわかるかと思います。さらにレアゾンスピーチの特徴としてはパラメータの数が小さくなっている点が挙げられます。こちらのグラフは横軸がパラメータの大きさを表しており、縦軸が誤判定率を表しています。で、Whisper ラージを見てみると、パラメータが非常に大きくて誤判定率が低いという位置づけで、レアゾンスピーチに関しては Whisper のベースぐらいのパラメータの数で誤判定がかなり低いということがわかるかと思います。なので、レアゾンスピーチは比較的大規模な計算機がなくても動作させることができるんじゃないかというふうに思います。それでは実際に文字起こしを行う実装について解説していきたいと思います。はい、それでは早速実装の方やっていきたいと思います。で、こちらの Google コラボのリンクは概要欄に貼ってますので、実際に文字起こしやってみたい人はそちらのリンクを参照していただければと思います。最初にまず、今回レアゾンスピーチを使っていくんですけども、GPU という機械を使用すると、高速に文字起こしをすることができます。で、Google コラボの中で GPU を使用するには、こちらの左上のランタイムのところを押してもらって、ランタイムの、タイプを変更を押してもらえればと思います。そうすると、これハードウェアアクセラレーターというところで、私すでに GPU という風に設定してるんですけども、ノーンという風になっている人は、GPU という風に設定して保存を押してもらえればと思います。はい。で、私はすでに GPU に設定しているので、特に何も起きないんですけども、ノーンから GPU に変更した場合は、少し時間がかかるかなというふうに思います。はい、こちらの Google コラボなんですけども、このセルと言われる単位でプログラムを実行していくというものになっています。で、実行の仕方は、このセルをクリックして選んでもらって、シフトとエンターを同時に押してもらえればと思います。で、最初にまず、レアゾンスピーチをインストールします。で、これはちょっと時間がかかるかなというふうに思うので、飛ばしたいと思います。はい、今ですね、インストールの方が完了しました。で、インストールが完了すると、こちらですね、1というところで、番号が振られるかなと思います。で、次のセルをですね、選んでですね、実行していきます。シフトとエンターですね。で、こちらで、この Google コラボの中で使うパッケージを選択しています。はい。で、実行が終わると、これがくるくるが、止まります。はい。今ですね、実行が終わりました。はい。で、続いてですね、モデルのインストールということで、レアゾンスピーチのモデルを、インストールします。で、こちらもですね、このセルをですね、選んで、実行してもらえると思います。シフトとエンターですね。そうすると、いろいろとダウンロードされてるかなというふうに思います。はい。で、モデルのダウンロードが、終了しましたので、続いてですね、文字起こししたい動画をアップロードします。それこのセルをですね、選んで、シフトエンターを押してもらうと、こういった形でですね、ファイル選択というところが出てくるので、こちらをクリックしてもらえれば、自分のパソコンにあるファイルをですね、選択できるようになります。
で、今ですね、選択しました。で、選択すると、アップロード今されていて、100% という風になって、終了しました。で、これ今やってることとしては、Google コラボ上に動画のファイルをアップロードしているということになります。はい。で、続いてですね、こちらのセルで、このリブロサというラベルを使って、前処理を行います。こちらもこのセルを選んで、シフトとエンターを押してもらえればと思います。はい、今実行が終わったので、最後にですね、この Create ファイルというところで、こちらを実行してもらえればと思うんですけども、こちら引数にですね、テキストか、もしくは SRT ファイルといって、字幕データの拡張子ですね、どちらも指定することができます。TXT か、SRT かという風にして、指定して実行してもらえればと思います。今ですね、TXT という風に指定して、実行してみます。はい、そうすると今文字起こしが、行われています。はい、大体ですね、10秒ぐらいで、文字起こしが終わりました。で、文字起こしが終わったら、ここに番号が表示されていると思うんですけども、文字起こししたファイルですね、こちら左側の、このファイルというところを押してもらうと、こういった画面が開くんですけども、ここにトランスクライブ、テキストというものができています。で、こちらをダブルクリックしてもらうと、はい。で、この動画ではレアゾンスピーチの精度をテストするために撮っていますと。で、エアゾンスピーチになってますね。日本語の、音声データを使用して学習が行われているモデルなので、日本語で文字起こしをしてみたにとっては非常に良いモデルになると思いますというところで、文字起こしができるというのがわかるかと思います。はい。で、今文字起こししてみたんですけども、ちょっと一文が、長いかなというふうに思います。で、あとは、レアゾーンとか、エアゾーンっていうところがですね、ちょっと間違ってるので気になるんですけども、こちらは多分データとしてですね、レアゾーンっていうデータがなかったので、しょうがないのかなというふうに思います。で、こちらの長さの件に関しては、サンプルレートですね、ここの2万というところをですね、調整してあげると、ちゃんと区切りができて、うまく文字起こしされるんじゃないかというところで、1万3000ぐらいにしてみたいと思います。で、これで実行します。先ほどテキストデータだったので、今回ですね、SRT ファイルという風にしたいと思います。で、それは、SRT という風にですね、ここ打ってあげて、で、実行してもらえればと思います。はい、そうすると、今、文字起こしが終わったんですけども、ちょっとファイル出てこないという時は、この更新ボタンをですね、押してもらえればと思います。はい、そうするとこれ出てきました。で、これをダブルクリックします。そうすると、こういった形で、先ほどよりは、しっかりと、区切りができているのかなというふうに思います。サンプリングレートの取り方は、おそらく話し方によって、変わってくるかなというふうに思うので、うまく区切りができないなって人は、いろいろといじってみる必要があるのかなというふうに思います。また、長い動画に対してどうなのかとか、あとは Whisper と比較して、どれぐらい予測精度いいのかなっていうのは、ちょっと私もまだ検証できてない部分があるので、視聴者の方で、もしですね、実際にやってみて感じたこととかですね、ぜひコメントの方で教えていただけるとありがたいなと思います。はい、以上で、レアゾーンスピーチに関する紹介の動画を終わりたいと思います。この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。